はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第13回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。本日のテーマはこちらです。ご祝儀袋。これが今日のあれこれラジオのテーマです。それでは早速始めましょう。まずは今日のお茶とお菓子を紹介します。今日飲んでいるのはこちらの台湾のコーヒーです。台湾で作られたコーヒーです。アリ山系の山で採れるコーヒーの豆を使っています。最近私台湾のコーヒーを飲む機会が非常に多いんですが、特にこのアリ山と名が付くコーヒーの豆は結構美味しいなって思っています。で今日はそれをドリップのねコーヒーの機械で入れてみました。ちょっと飲んでみましょう。美味しい。少し酸味があるタイプですが、全体としてはまろやかなコクも感じられます。それから少し花のようなねそういう香りもあります。美味しいです。なんかミルクを入れるよりは多分これはストレートでねそのまま飲んだ方が美味しいコーヒーです。もし皆さんも機会があればぜひ買ってみてください。そしてお菓子はこちらです。ドライフルーツ。こちらは私が石川県行った時に購入しました。何の果物か分かりますか？多分見たらもう分かるかな。メロンのドライフルーツなんです。ドライフルーツっていろいろ種類がありますが、メロンのドライフルーツは私は初めて見ました。それで興味を持って買ってみました。こちらは石川県の小松市にある果樹 RE というところで作られています。はい、このメロン自体は熊本県産のメロンを使っています。ちょっと開けてみましょう。シンプルにメロンを切って乾燥させたそのような商品です。ね、これ皮もついてるんだけど皮も食べられるのかな？通常生でメロンを食べるときは皮は食べないですよね。どうやって食べたらいいんだろう。ちょっと私も初めてなのでわからないんですが、多分皮は食べられないと思う。なぜならとても硬い。もうパリパリに乾燥してあるので皮は多分食べないですね。実の方だけ食べるのだと思います。結構柔らかい。メロンってすごく水分量が多いじゃないですか。それをうまくドライフルーツにするのってきっと技術が必要でしょうね。ちょっと食べてみましょう。口に入れた瞬間メロンの香りがファーッと広がってめちゃくちゃ美味しい。これこれは美味しい。乾燥した状態で普通に嗅ぐとね、確かにメロンの香りはするんですがそこまで強くはないんです。でも口の中に入れて二口三口と噛むと途端にメロンの甘い香りがわーっと広がって本当に生のメロンを食べてる時と同じぐらいの香りです。すごい。ちょっと感動しました。びっくり。これはイベントに行った時にたまたまそこでね出店されていてで買ったんです。メロン以外にもいろいろな種類のドライフルーツを販売されてました。小松の会社です。もしかしたらオンライン販売もあるかもしれません。ちょっと後でホームページを貼り付けておきます。美味しい。はい、それでは早速今日の話を始めましょう。今日のテーマはご祝儀袋です。今私が手に持っているこれがご祝儀袋です。白い封筒のような形の紙に紐の飾りがついています。そしてこの表面には後で字を書きます。中にはお金を入れます。お祝いとして相手に渡すお金を中に入れるその袋をご祝儀袋または祝儀袋と言います。皆さん見たことありますか？どうでしょう？ドラマとかアニメとかで出てくるかな？私の印象だとあまり
ドラマとかアニメでも出てこないと思います。そこまで細かく書かれることはないような気がします。今日はご祝儀袋について、いろいろな内容をご紹介します。まずはどんな時に使うのか、そしてどこで買うのか、どうやって使うのか、主にこの3つについて話をします。それでは始めましょう。まずこういったご祝儀袋はいつ使うのかです。こういったものはこの見た目から想像できるかもしれませんが、基本的にお祝い事の時に使います。例えば結婚式とか入学祝い、卒業祝い、就職祝い、出産祝いなど。ただ今私が持っている、例えばこの2種類、一つは白い紙に赤と白の紐が結んであって、その紐の形は真ん中でぐるっと回って上に突き出ているような形の結び方と、もう一つはいわゆる蝶結びの形ですね。紙は同じサイズで同じような作りなんですが、ここに巻かれているこの紐の形が違います。で、紐の形が違うと用途が異なります。このような袋はどこで買えるのかですね。こういったご祝儀袋はいろいろなところで買うことができます。一番身近な場所だとコンビニで売っています。コンビニ、それからスーパーマーケット、文具店、雑貨店、百貨店など、いろいろなところでこれを手に入れることができます。そして使い分けの方法です。白いこの袋の真ん中にあるこの飾りに注目してください。この真ん中にある飾りは名前を水引と言います。水引というのはこういった紐で作られたこういった装飾品ですね。これを水引と言います。この水引の形とか色によって使える場面が異なります。まずは結婚式で使うものを紹介します。結婚式で使うご祝儀袋は、だいたいこのようなタイプが多いです。一つは白い袋に白と赤の水引で、水引の形はこう白と赤が両側から真ん中に伸びてきて、真ん中でぐるっとこう円を描くように曲げて、そして白と赤は両方ともこう上に最終的には向くというこの形です。それからもう一つは同じ形ですね。形は同じですが色が違います。銀と金の水引が使われています。これもやはり、紐をね結んだ後、最後は上にスッと伸びるように留められています。そしてもう一つはこのように華やかな装飾がされているものです。例えばね、鶴とか花の形とかいろいろなこう形に作られていて、とても華やかな印象を与えるこういった水引のものです。で、この3種類は基本的には結婚式の時に使います。特にこの金と銀の水引が使われているもの、これは他の場面ではほとんど使いませんね。基本的には結婚式、しかもこの中に入れるお金の金額が大きい時にこういった立派な水引を使います。そしてこの結婚式の時に使う水引の形にはちゃんと意味があります。このタイプの水引は紐を引っ張ってもほどけることがありません。むしろ固く締まります。そのためこの水引は何度も繰り返さない、一度だけのお祝いに適しています。結婚というのはまさにそうですよね。今の一般常識で考えると、結婚というのは人生の中で何度も繰り返さない方が幸せのような気がしますよね。そうじゃないですか？私はそう思いますね。一回で理想の相手と出会えて長く一緒に暮らせたら、それが一番理想的で幸せだと思いますね。
なので、こういう結婚のお祝いの時はこのような形、引っ張ってもほどけない、むしろ固く結ばれる、そういった水引が使われます。この形は淡路結びと言います。この2つですね。こう真ん中にぐるっと円を描くように回した後、上にこう出してくる形ですね。淡路結びと言います。なので、こういったもの、それから華やかなこう形がね作られた花とか鶴とか、縁起のいい形を水引で作ったような、そういったご祝儀袋は結婚式の時に適しています。そして、もう一つ、これもとてもよく見られる形、蝶結びの水引のご祝儀袋。この蝶結びというのは皆さん知っての通り、引っ張ると簡単にほどけますよね。引っ張ると簡単にほどけて、またもう一度この形を結び直すことができます。なのでこの蝶結びの形のご祝儀袋は何度も繰り返して嬉しいお祝い事に使います。例えば出産祝いとか、あとはお誕生日のお祝いとか、入学、卒業、それから就職とか、そういったお祝い、一般的に2回3回と繰り返してもその度に嬉しいという、そういったお祝いの時に使います。ただ一つ注意点は、入院していた人が退院した時とか、そういう場合にはこれは適していません。なぜならこの形はさっきも言った通り、何度も繰り返して嬉しいことです。なので入院して退院するというのは基本的にあまりいいことではないですよね。病気になりたい人ってそんなに多くないと思います。なので、その場合はちょっとこの蝶結びではなく、また別の形、結び切りという形があるので、その形のものが適しています。はい。この蝶結びはね、いろいろと用途が多いですね。何度も繰り返して嬉しいものです。じゃあお正月のお年玉はどうするんですかという疑問が湧いてきた人がいるんじゃないでしょうか。日本ではお正月に親戚が集まったら、年上の人から年下の人に対してお金を渡すという習慣があります。これをお年玉と言います。年上のもう仕事をしている人から特に子どもたちに対して渡されます。この時お金を渡すんですが、それに使う袋はこのような立派なご祝儀袋ではありません。その時に使うのはもう少し小さいお年玉袋というものを使います。もう少し簡単な形の小さい袋です。お年玉として使う場合、表面にお年玉と書いてあります。他にも何か少し借りたお金を返すとか、何かちょっとお小遣いを渡すとか、そういう時に使える小さい袋もあります。こういう小さい袋のことをポチ袋と呼びます。お年玉用として使うならお年玉袋ですが、そうではない場合はポチ袋と言います。お年玉用にこの袋を使いたい場合は表面にお年玉と書けば OK です。はい、なのでね、お年玉用の袋とこういうご祝儀袋というのは、比べてみるとよくわかりますが、豪華さが全然違いますよね。はい、お年玉は毎年来るお祝い事で、そしてたくさんの人に気軽に渡すような感じなので、そこまで豪華な飾りとかはついていません。普通の可愛い袋です。はい。さて、そしたら本題に戻ってご祝儀袋の使い方を説明します。ご祝儀袋の構造をまず説明します。基本的にこのね、白い封筒のようなこういった紙に真ん中にこの紐がついています。これは水引と言います。この右上についている飾りはのしと言います。そして、中にお金を入れるときはまずこの水引を外します。これは実は巻いているだけなので、下にねずらすことができます。下から
引き抜きます。なぜ下からかというと、上にはこののしがあるので、のしを傷つけたくないですね。なのでこの下からちょっと頑張ってうまいこと紐をずらしながら下へ持っていきます。ちょっとこれはかなりしっかりした水引きですね。これを下から取ってしまいます。はい、取れました。でこの水引きはまた後で使うので置いておきます。そしてこの、封筒のような紙ですね、これ後ろにひっくり返すとこのように開けることができます。でこれを開けます。そしてこれを、開きます。実はね、封筒のように見えたものは1枚の紙でできているんです。そしてその中には封筒が入っています。白い封筒が1枚、この封筒にお金を入れます。ここにお金を入れます。その入れるお金の金額については、その用途、何のためにそのご祝儀をあげるのかっていうその用途によって金額が変わってきます。例えば友達の結婚式に行くんだったら、だいたい目安は3万円です。仕事をしている社会人で3万円以下だとちょっと少ないなという印象なので、基本的には3万円をこの袋の中に入れます。そして例えば入学とか卒業などのお祝いの場合、これはその相手との関係性によります。私がインターネットで調べたところ、入学卒業就職のお祝いの、現在の目安、大体のみんながよく送る金額は3000円から5万円です。なぜこんなに違うのかというと、例えば友達の子供だったら5000円ぐらいでもいいです。でももし自分の孫とかだったらもうちょっと多く、例えば1万円とかね、入れてもいいかもしれません。その関係性によって結構違ってきます。はい、それから他に出産祝いの場合、ちなみに出産祝いの場合は蝶々結びのこの形、蝶々結びのを使いますが、出産祝いの場合は3000円から10万円が目安だそうです。これもその出産した相手との関係によります。職場の同僚なら5000円ぐらいというのが目安だそうです。これはその家族の習慣とか、あとはその個人とのね関係性にも寄ってくるとは思いますが、だいたい5000円ぐらい渡しておけば十分かなという印象ですね。でもすごく仲のいい友達とか、あとは親戚とかだったらもう少し金額が高くなります。じゃあもうお金を入れました。じゃあ今度は今この開いた紙を元の通りに戻します。まずこの紙の中央に白い封筒を置きます。そして左、右と折りたたみます。そしてひっくり返してここの上の部分と下の部分も戻します。そしてその後水引きを戻すんですが、実は、それと同時にやらなければならないことがあります。それは名前を書くということです。このご祝儀袋の下半分に自分の名前を書きます。そして上半分にはお祝いと書きます。でこれを書くときは、基本的には筆で書いた方がいいです。でも今私たち筆ってほとんど使わないですよね。家で墨をすって筆をというのはなかなかしないので、今日本人の多くはこういった筆ペンを使っています。これもね、100円均一の店とかコンビニ、スーパーマーケットとかでも買うことができます。筆のような形をしているペンです。筆の先の形はちょっと分かりやすく見せますね。筆の先は普通のボールペンとはまた全然違っていて、本当に筆のような形です。で中にインクが入っていて、簡単に筆のような字が書けます。
このようなものが売っているのでお店でねこう買ってそれで描きます。どうしても見つからないという場合は黒のペンでもいいですが、なんだろう、私はその黒の普通のペンで描いたご祝儀袋を見たことがないので、もしもらったら一瞬ちょっとびっくりするかもしれません。はい。基本的にはこういう筆でね描く人が多いです。はい。そしてこの筆で水引を境界線として上に結婚式だったらお祝いとか寿、そして下に自分の名前を書きます。でこれを書くときに水引の形によってはちょっと邪魔になることがあります。例えば今私が手に持っているこういうシンプルな形の水引だったら水引をこうつけた後に書いても問題ないですが、例えばこういうねちょっと複雑な形の水引の場合、花とか鶴とかそういう動物の形とか花の形とか綺麗なこう装飾をねしているこういう形の場合、この下に名前を書くのちょっと難しいですよね。なので、その場合は水引をつける前に書きます。先に書いて後でこの水引を戻すという方がおすすめです。それはね特に順番は決まっていないので自分が書きやすい順番で書くといいです。でこの上に書く言葉、例えばお祝いとか寿とかそういうものはもともと書いてある場合もあります。もともと書いてある場合はもうそれはそのまま使って下に自分の名前だけ書きます。そして、ご祝儀袋によってはこういう紙の形で寿とかお祝いという長細い紙がね入っていることがあります。この場合は用途に合わせてどちらかをこう選んで、例えば結婚式で寿というのを入れたかったらこの紙をこのご祝儀袋の水引と紙の間にこう入れます。このようにね。で入れて、そしてこの下の部分に名前を書きます。ただこういう紙でできた寿と名前を書く札の場合はちょっとずれやすいんですよね。水引はただ紐でこう留めてるだけなので、その紙と水引の間には少し空間があるからこうパラッと落ちてしまったりもしやすいので、おすすめは直接ここに書くことですね。それからさっき紹介した筆ペンですが、一つ注意点があります。この筆ペンの色に注意してください。必ず真っ黒の筆ペンを使ってください。どういう意味かというと、実は日本で売られているこういった筆ペンね、お葬式の時に使うものもあります。お葬式に行く時に、お金をその亡くなった人の家族とかに渡すことがあるんですが、その時にも同じように、白い紙に水引がついたものを使います。その時の水引の色は基本的には白と黒とか、あとは黄色とかが使われるんですが、そこにもやっぱり同じように名前を書くんですね。で、お葬式の時に名前を書く場合はちょっと薄い墨の色を使います。例えばでコンビニとかスーパーマーケットで売っているこういった筆ペンの中には片方が薄い墨の色でもう片方が濃い墨の色という、お祝い事とお葬式と両方にこう使えるタイプのものも売っています。なのでちょっと間違いやすいですね。気をつけてください。でこっちの黒い方の墨、これは、結構濃い色ですね。そしてもう一つのお葬式で使う用の、筆ペンの色はちょっと薄い色になります。比べてみると分かりやすいですね。お葬式の時に使う墨の色はなぜ薄いでしょうか。それはその亡くなった人のことを思って流した涙でこう墨が薄くなったということを表しています。
昔は筆ペンという便利なものはなかったので、固形の墨を水で溶いて、それを筆につけて書きますね。でも誰かが亡くなってそのお葬式に出るという時にこう墨をねすりながら、自分の涙がそこに入ってこう思っていたよりも随分薄くなってしまって、それで書きましたっていう、そういうことを表すためにお葬式の時には薄い色を使います。なので本当に注意してください。もし結婚式でこの薄い墨の色のね筆ペンを使ったら、何かちょっとびっくりするかもしれません。どうしてこんなに薄いっていうね。はい。なので濃い黒の筆ペンを使ってください。もしかしたら皆さんも日本で結婚式に出席する機会とか、あるいは友達とか同僚にお祝いを渡すっていう機会があるかもしれません。こういうねご祝儀袋をぜひ買って自分の名前を書いて相手にこう渡してみてください。また特に結婚式用のご祝儀袋というのはデザインが様々で、見ていてもね本当に楽しいので、もし機会があればぜひ文具店とかへ行っていろいろこう見比べてみてください。はい、それでは本日のあれこれラジオはここまでです。もしこの動画がいいと思ったらぜひグッドボタンと高評価、またチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。